こんにちは、ゆかです。よく運を引き寄せるだとか、運を呼び込むっていう言い方すると思うんだけれども、果たして運っていうのは外から持ってくるものなのか、どこか自分の外側にあって持ってこなければ自分の人生がついてるようにならないのか。私はね、外側から持ってくる要素もあるけれども、内側にあるものを生かすっていう考え方も必要じゃないかなって思ってる部類の人なんですね。で、一つね、最近、これはいいって思うことがあって、みんなにね、共有したいと思うんです。それね、結論から言っちゃうと、運動。今までも、私毎朝よっぽどな事情がない限り20分運動してるんですよね。なんかすごい機械使ったりだとか、ウェイトを使ったりとかじゃなくって、家の中で、あるいは泊まりに行ったホテルでもできるものを20分やることにしてるんだけれども、そこにね、プラスアルファ、仲間と1時間のウォーキングを始めたんですよ。で、これね、私、最近、ちょっと体重がまずいことになってきてると。健康診断でも、ちょっとコレステロールについて指摘されることが増えてきてるし、さすがに体重減らさなきゃまずいんだって話してるじゃないですか。でね、ちょうど痩せたいねっていう志を同じにしている仲間っていうのを見つけて、今ね、私を含めて3人で朝1時間ウォーキングをしているんですよね。でね、もちろんね、まだ私6回歩いてるだけだから、すごい体重に変化があるわけじゃないんだけど、少し体の線が変わってきてる気がするの。なんかね、すごく太ったり痩せたりした経験のある人だったらわかると思うんですけど、私、肩甲骨の骨っていうのをもう長らく見てなかったんですよ。それが、なんかね、髪の毛をこう鏡の前でドライヤー乾かしてるときに、2、3日前、そんなじゃないな。なんか昨日か一昨日ぐらい気づいたんだけど、あ、なんか骨が出てるっていうか、ちゃんとこう出てるわけじゃないんだけど、なんか骨の形がうっすら出始めてる気がしていて、なんか気がしてるだけかもしれないけど、なんかすごい違ってきてる気がするんですよね。で、確実に体の巡りは良くなってるのを感じて、足のむくみっていうのも、なんかね、すごく足のむくみに悩んで、むくみが良くなるサプリメントを飲んだりしたぐらいの私だったんだけど、なんか血の巡りが全体に良くなってきてる気がする。でね、このね、ウォーキングっていうのと、運を自分の中にこう持っている運をね、動かしていくっていうところがどういうふうにリンクしているかっていうとね、運動っていう言葉を漢字でね、思い浮かべてほしいんだけれど、運動って運を動かすって書くんですよね。私、日本語って素晴らしい言語だなって思ってて、その理由の一つはね、その言葉の成り立ちには何らかの意味を込められているっていうふうに信じてるんですよ。例えば、忙しいっていう言葉、私はできるだけ使わないようにするんだけれども、その理由は、心をなくすっていうのが忙しい状態だからね、私は使わないようにしてるんだけど、そういう言葉だとか、あと、何か、すごく、ぎゅうぎゅう詰めの一日だったりだとか、体をすごく酷使するようなことをやった後、たくさんの人が使う言葉ね、疲れるっていうのもあるでしょ。これも私ね、一つ使わないように心がけている言葉の一つなんだけれども、疲れるっていうのは何か良くないものに疲れてしまう、取り憑かれてしまう。それで体が重くなるっていう状態にすごく近しいと思っているから、
なんかね、その言葉を使わないことで変なのがつかないように心がけてる。なんか、すごく便利になっちゃった現代を生きる私たちって、楽することに慣れてる気がするんですよね。だから、大したことないって何十年も前に生きた人が思うようなことでもすぐに疲れたっていう、それって私あんま良くないと思っててね。まあちょっと話戻るね。飛んじゃうからね。なんだけど、まあ、さておき、運動っていうのは運を動かすって書くですよね。で、それって私一理あるなって思っていて、本当に実感し始めてるんですよ。私はもともと運動を一人でしていたけれども、そこのね、ところにウォーキングを入れたことで、なんかね、今まで運動をすることが大切だって思ってきていたけれども、さらに運動することは絶対に誰の人生にとってでもマストだな、必要なことなんだなっていう、もう確信に変わったんですよね。もともとのところではね、私、運動をして、すごくだらしないところがあったり、すごく流されやすいところもあった自分だったので、よっぽどなことがない限りは、ずっとね、運動を毎日続けるっていうルーティーンを確立していく中で、自分に自信がついてきたんですよ。体型がどう整ってとかそういう以前にね、もう自分に信頼を持てるようになってきた。自分が自分で信じられるようになってきている。で、運動はそういう自分のメンタルの部分に対してもすごくいいものだから続けたいと思ってた。なんだけれども最近ね、この3人の仲間と1時間のウォーキング朝しているて、なんかね、すごく楽しいんですよね。なんか楽しい。みんなね、だんだん痩せてきたかなとかね、喋りながら、普通の会話ができる、息が切れないようなウォーキングを1時間しているだけなんだけれども、このね、運動ってまさに運を動かすっていうことなんだなって私は実感してるんですよね。本当に腹落ちするに至った。で、本当に、大したことをしなくてもいいんだけれども、私にとっては、今この朝日を浴びながら仲間と3人でね、1時間外を歩くっていうのが、すごく楽しいんですよね。すごく気持ちいいんですよね。で、みんなで、何の重要な話もしてないんですよ、ほとんど。ほとんど、何でもないこと話してる。あるいは、何も話さないで、自然の中をただ歩いてる。それだけなんだけど、ものすごく爽快で、この気持ちよさってなんだろうなって私思い始めてて、何かそういうホルモンが日光に当たっていること、それと体を動かしていること、汗をかいていることで出てるのかもしれないけれども、私はこのね、運動っていうのが運を動かす行動であるからじゃないかなっていうふうに信じるに至ったんですよね。運動は絶対しなきゃいけないんだなって。っていうのがね、なんかね、やっぱり自分の人生振り返ってみると、自分が物理的に移動した距離と人生の変わったその度合い、人生を変える度合い、自分の人生にとってのインパクトの大きさっていうのが比例しているように思っていて、例えばね、私、何度か仕事を変えたりしていると、そこでもね、環境が変わるから、小さな変化っていうのは感じたんですよ。だけども、私が変わってしまうような、私の価値観が変わってしまうような変化って、どんな時にあったんだろうって思うと、例えば、
自分が海を越えてアメリカに単身10代の時に留学したりだとか、あとはスコットランドにね、のスピリチュアルのコミュニティに、ちょっとの間滞在してみたりだとか、あとはヨーロッパにちょっとの間滞在してみたりだとか、物理的にすごく距離を移動した時に自分の人生が大きく動いてるんですよね。その人生を変えるきっかけがあったから、結果としてね、そこで人生が変わったように感じてるだけかもしれないよ。でも、そのね、同じきっかけがあっても、人生変えなかった人もいっぱいいるはずだから、それを考えると、確実に私たちが体を実際に動かして移動することは、自分の人生を変えるピースの一つになり得るんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で、今ね、本当に、なんか痩せてきてるわけでもない、まだね、ちょっとだけ自分は変化は感じてるけど、なんかちょっと先走っていろいろ言いたくないので、誰かが気づいてくれるのをね、楽しみに待ってるんだけど、そこのところを差し引いて考えても、やっぱりね、人間ってどんなことにも慣れちゃうんですよね。どんなに劣悪な職場でも、どんなにブラックな環境で残業を毎日やってる人でも、ある程度続けると、なんか神経が麻痺してきたりってあるでしょ？どこかなんか行って、ここの場所はすっごく好きで、本当に大好きで、ただここにいるだけでワクワクするよっていうところも、ずーっと通い続けたり、そこに住み着くようになっちゃうと、どっかのタイミングで、やっぱりそれが当たり前になっちゃって、慣れになっちゃって、大して目新しいものではなくなっちゃう。自分の心を動かされるようなものじゃなくなっちゃう。で、そういうふうに人間って、やっぱり、あんまりね、あの、感動しなくなっちゃったりだとか、大きな変化を感じなくなってっちゃうと、やっぱり運って落ちると思ってる、私はね。だから、物理的にいかに自分の体に変化を与えてやるか、自分の感情だとか、自分の考えだとかに変化を与えてやるかって大事だなって思って、で、そのね、大事な一つのピースが運動だと思う。まず、どんなに簡単なものでもいいから毎日運動をして、それを続けているっていうことは、自分にとって自信が出てくる。自分に信頼っていうのを出てくる。で、すごく移ろいやすい世の中じゃないですか。移ろいやすくて、人生の中にやってくるものだとか人だとかも常に変化してってるし、時代も変わってってるし、でも自分の中でそこの何かね、すられるものを一つあると、これをやればリセットできるっていうものがあると強いなって思ってて、それをね、なんかちょっと共有したかった。運動してなんかやっぱりいい気分になるんですよね。やってみたらわかると思う。私、このウォーキングって仲間とウォーキングに行って、ここまで汗をかいて運動してっていうことを習慣にするまで、運動ここまで気持ちいいって多分感じなかっ
ったんですよね。それはなんでかわからない。今までもスキーのチームに入ってたりもしたことあるし、合気道だとか居合道だとか、なんかずっとやってたんですよ。でも、なんかね、違うんだよな。今回の。この歩いて移動する、その場でずっと運動するのと、実際に物理的に距離を移動して運動するっていうのは明らかに違いがあって、もしね、これでその気になってくれる人がいたら、1日に5分でもいいから、10分でもいいから、ちょっとね、散歩をしてみてほしい。自分の運を動かしてみてほしい。いい気分になると、いいアイデアが湧いてくる。で、いいアイデアが湧いてきて気分のいい人は行動も良くなる。行動も良くなると絶対結果がついてくるんですよね。私はそれを感じていて、何かが始まっている。そう思ってる。それで、一人でダイエットをするよりも、仲間とダイエットした方が楽しいし、一人でなんかワクワクするよりも、一緒にワクワク共有してくれる人がいたら、一緒にお互いのね、成果だとか人生の変化について、こう、共有したりとか、もっと楽しくなると思って、コミュニティを立ち上げてるんですよね。この YouTube のチャンネルの概要欄のところにその情報入ってるので、顔出しもしなくていいし、本名だってなんなら明かさないでもいいコミュニティなので、ぜひぜひ参加してほしいと思います。なんかね、すごく自由度が高いんだけど、いつでもやってきていつでも出てけるんだけど、何かあった時に拠り所になるような、誰でもやってきていい、そういうね、すごく特別な場所にしたいって思ってるんですよね。私にとっても特別なんだけれども、そこにいてくれるみんなにとっても特別だなって、いつでも帰れるなって思える場所になってほしいと思ってるので、ぜひ来てみてください。とりあえずはダイエットを一緒にやってくれる人がいると嬉しいなって思います。なんかね、日々いろんなことを公表し始めてて、まあ、現在の体重とかあとなんか、こんなものを食べてみて、こういう風な運動の成果が見えてきた気がするとかね、なんかいろいろ言ってみたりしてるんで、反応してくれたらすっごく嬉しいです。ということで、運動は運を動かすということでした。じゃあ今日も聞いてくれてありがとう。またねー。